今夜は最初から空気がちょっと張り詰めてるのだ。試合前なのにキャンプ地が動いた話から行くのだ。開幕前に場所が変わるなんて落ち着かないわね。それただの移動じゃ済まない感じするじゃん。理由まで気になるよね。ワールドカップ北中米大会は今月11日に開幕で、イラン代表はティファナに入ったのだ。開幕前から国境をまたぐ準備ってなかなか落ち着かないわね。試合だけじゃなくて寝る場所の空気まで気にしなきゃなんだね。当初はアリゾナ予定だったけれど、安全を考えてメキシコに変えたのだ。理由が対立が続くからならかなり切実よ。部活の遠征先が前日に変わる感じだよね。想像しただけでバタバタじゃん。キャンプ地がメキシコなら試合もそのまま近くで楽しそうなのだ。楽しさで決めたわけじゃないわ。安全を優先したからでしょう。ティファナではイランの国旗を振って迎える人もいたよね。しかも1次リーグはロサンゼルスとシアトルで戦うのだ。キャンプと試合会場が別の州。移動だけで疲れそうね。地図を広げたら線路めちゃくちゃ忙しいやつだよ。アメリカ側は関係者の流入も警戒しているのだ。革命防衛隊に関わる人物を警戒しているから審査が厳しいのよ。そこまで来るとサッカーの準備っていうより政治の綱渡りだね。イラン側はビザの扱いにも抗議しているのだ。試合当日しか滞在できない人もいるらしいのだ。そこは選手にとってかなり窮屈だわ。余計な心配が増えるもの。これもし自分たちの大会だったら何が一番不安かコメントで聞きたいじゃん。アーシは荷物の行方が真っ先に気になるよ。次は静岡の東富士演習場でかなり迫力のある話なのだ。富士総合火力演習でしょう。68回目の毎年の大規模な実弾演習ね。実弾って聞くだけで画面越しでも空気が重そうだよね。今年は離島の防衛を想定して戦車の射撃や無人機の情報収集が行われたのだ。離島ってもし何かあればすぐ支援が難しいから想定が大事なのよ。無人機が入ると今の訓練って感じが強くなるじゃん。研究開発中の無人車両も公開されたのだ。見せるだけでも技術の進み方が伝わるわね。アーシこういうのは近くで見たら迫力に圧倒されそうだよ。25式高速滑空弾の発射機は名前だけで勝てそうなのだ。名前で勝負するものじゃないわよ。中身が大事でしょう。でも音速を超えて滑空するって聞くと強そうだよね。有事の時に相手の基地などを攻撃する反撃能力として使うとされているのだ。先にやられた時に打ち返すための力という見方ね。そこは賛否が割れるわ。夜も行われて1日で使用された弾薬はおよそ 69.5 トン。金額はおよそ8億2000万円。私だったら数字だけで目が回るわよ。最後は原油が別ルートで国内に届いた話なのだ。中東情勢が不安定だからホルムズ海峡を通らない調達を進めていたのね。燃料の流れが変わると生活の土台まで揺れる感じあるよね。7日昼頃、出光興産がアラスカで調達した原油を積んだ船が東京湾に着いたのだ。およそ11万6000キロリットルで海底パイプラインを通って袖ヶ浦の製油所へ送られるのよ。海の上で終わりじゃなくてそこからまた続くんだね。太陽石油の南スーダン産およそ3万6000キロリットルも今治の製油所に到着したのだ。合わせて15万キロリットル余り、国内の石油消費量のおよそ半日分なのね。半日分かって聞くと意外とすぐ使う量なんだなって思うじゃん。経産省は6月の輸入量が2025年実績の7割以上になる見通しだとしたのだ。4月には 35% まで落ちたのにここまで戻るのは大きいわ。代わりの道を早く抑えるってすごく現実的だよね。代替調達は足りない分を別の国や別のルートで補うことなのだ。そういう備えがないと情勢の波にそのまま飲まれるもの。アーシも必要なものは一つの道だけに頼りたくないって思うよ。さっきの演習で名前が出た防衛省、名前だけ知ってると中身が見えにくいのよね。自衛隊のことをまとめてみるところなのだ。そうよ。自衛隊の管理や運営、それに日米安全保障条約に関係する事務も担当しているわ。へえ、国を守るって聞くより仕事の範囲がかなり広いじゃん。
前身は1950年の警察予備隊本部で、2007年に防衛庁から防衛省へ変わったの。そんなに形が変わってきたのだ。シンボルは地球を守るような緑の人の上半身で、見た目にもわかりやすいわ。今日は場所の変更も燃料の確保も全部つながって見えたのだ。ほんとだよね。気になるところは概要欄にリンクもあるから、そこも見てみてね。高評価ももらえたら嬉しいな。気軽に追えるようにしてあるなら、それで十分よ。また次回も一緒に気になる話を覗くのだ。